ハロー、こんにちは、大家好。なるです。今回は空港でのチェックインの方法や飛行機の中の過ごし方などを紹介しながら、空港や飛行機の中で使う日本語を皆さんにシェアしたいと思います。皆さんも空港にいる自分を想像しながら練習してください。それではスタート。今回この動画で出てくる映像は台湾の桃園空港から日本の仙台空港へ帰った時のものです。この日の私の行動を参考に紹介したいと思います。この日はスーツケースとパソコンが入ったバッグで空港に向かいました。いつかパッキングの動画も撮りたいと思っています。見たい人はぜひいいねやコメントをお願いします。空港に向かうとき気をつけないといけないのはターミナルです。今回私が使った桃園空港も国際空港第1ターミナル、第2ターミナルがありました。間違えないように気をつけてください。これは予約した時にもらうメールや書類の中に書いてあります。それをちゃんと確認してください。空港に到着しました。普通はだいたい出発の2時間前に空港に着けばいいと言われています。でも台湾は海外旅行好きな人が多いので混雑を計算して3時間前ぐらいに着きました。3時間前に着いていれば余裕だと思います。とにかく早めに行動した方が安全です。空港に着いたらまずチェックインをします。空港でのチェックインとはパスポートを見せて搭乗券をもらうことです。空港に着いたらテレビ画面のようなスクリーンで自分が乗る飛行機、フライトのチェックインカウンターが何番か確認します。チェックインの方法、今は主に3つあります。1つ目はオンラインチェックイン。航空会社や行き先によって2日前からオンラインチェックインができたり24時間前からオンラインチェックができたりします。オンラインチェックインをしておけば空港でチェックインの列に並ばなくてもいいから楽ですね。2つ目は自動チェックイン機。チェックインカウンターの前に機械がずらーっと並んでいます。その機械でパスポートをスキャンしたら搭乗券が発券できます。これもほとんど並ばずにできるので時間短縮ができます。3つ目は直接人がいるチェックインカウンターに行って搭乗券を発券してもらう方法です。そこではスタッフさんにパスポートを見せたら搭乗券を発券してもらえます。私の経験上、まず自動チェックイン機で搭乗券を発券してその後チェックインカウンターに行って預ける荷物の手続きをするか、直接人がいるチェックインカウンターに行って搭乗券を発券してもらって同時に荷物をそこで預けることが多いです。私は毎回預ける荷物があるのでどうせチェックインカウンターに並ばないといけないんですよ。だから直接並ぶことが多いです。もし預ける荷物がない人はオンラインチェックインが楽だと思います。空港によっては自動チェックイン機で搭乗券を発券した人やオンラインチェックインをした人で預け荷物がある人はその荷物の手続き専用の場所に案内されて並ぶ時間、待ち時間が短くなるようなシステムもあるので空港に行って迷ったらとにかくスタッフさんの指示に従ってください。従えば OK です。その時チェックインをしたいです。どうしたらいいですか？チェックインをしたいです。どうしたらいいですか？とスタッフの人に言えば助けてくれます。迷ったら聞きましょう。今回桃園空港では直接チェックインカウンターに並びました。先ほども言いましたが、チェックインではパスポートを見せます。スタッフからパスポートお願いします。パスポートお願いします
パスポート見せてください。パスポート見せてくださいと言われると思います。そしたらパスポートを見せましょう。ここではよく最終目的地を確認されます。この時は仙台空港までですかと聞かれました。目的地までですか？目的地までですかと聞かれると思います。これは別の空港でですが、どこまでですか？どこまでですかと聞かれたこともあります。その時は自分の目的地の場所を伝えましょう。その後、今回は窓側の席がいいですか？通路側の席がいいですかと聞かれました。この質問初めてされました。窓側の席、窓側の席、通路側の席、通路側の席。私はどちらでもよかったので、どちらでもいいですと答えました。どちらでもいいです。どちらでもいいです。もし何か理由があって席の希望を伝えたい人は、例えば私はよくトイレに行くので通路側の席がいいですなどと伝えましょう。通路側の席がいいです。通路側の席がいいです。通路側お願いします。通路側お願いします。通路側の席にできますか？通路側の席にできますか？こういう伝え方でも OK です。その後、預け荷物はありますかと聞かれました。預け荷物はありますか？預け荷物はありますか？丁寧な言い方で、預け荷物はございますか？預け荷物はございますかと聞かれることもあります。預け荷物、自分で飛行機の中に持っていけない大きい荷物のことです。受託手荷物とも言います。私は大きいスーツケースがあったので、ありますと言ってベルトの上に乗せました。ここで重さが測られます。預け荷物がある人は、あります。あります。預け荷物がない人は、ありません。ないです。ありません。ないです。と答えましょう。航空会社によっては、持ち込み荷物の重さも測られます。持ち込み荷物、持ち込み荷物。ここも航空会社の指示に従ってください。飛行機に持ち込めないものがいくつかあります。荷物の手続きをするときに一緒に紙を見せられて、こういうものは中に入っていませんか？こういうものは中に入っていませんか？と確認されます。入っていなかったら、入っていません。大丈夫です。入っていません。大丈夫です。もし入っているかもしれないと思ったら、すみません。入っています。すみません。入っています。すみません。荷物の中確認したいです。すみません。荷物の中確認したいです。などと言って持ち込めないものを荷物の中から取りましょう。そして搭乗券をもらいました。この航空会社、その時スパイダーマンとコラボをしていたみたいで、搭乗券がスパイダーマンのデザインになっていました。かわいいですね。これはちょっと余談になるんですが、今回使った航空会社スターラックスという最近できた航空会社なんですが、グランドスタッフさんの制服がすごく可愛かったです。宇宙をテーマにしている制服ですごく素敵でした。一緒に写真撮ってくださいと言わなかったのを後悔しています。今度スターラックスに乗るときはちょっと一緒に写真を撮りたいです。しかもスターラックスのスタッフさんすごく優しかったです。空港の人って結構厳しいイメージがあるんですが、この人たちはすごく優しかったです。ありがとうございます。話を戻します。発券してもらった搭乗券に搭乗ゲートと搭乗時間が書いてあるので確認をします。
その後保安検査場に行ってセキュリティチェックをしてもらいます。ここではパソコンや iPad などは出してください。パソコンや iPad などは出してください。上着は脱いでください。上着は脱いでください。帽子を取ってください。帽子を取ってください。ポケットの中のものも出してください。ポケットの中のものも出してください。などと声をかけられます。空港によって国によってパソコンや iPad を出さなくてもよかったり、靴を脱いでくださいと言われることもあります。もうとにかくここでもスタッフさんに従いましょう。セキュリティチェックも結構並びます。桃園空港は出国する多分台湾の人が多くて、私もまあまあ並びました。これはまた余談なんですが、私はパソコンとか iPad とかを持っていたので、持ち込み荷物が結構多かったんですが、周りを見てみたら小さいバッグだけを持っている人、男の人は手ぶらの人が多かったです。手ぶらとはカバンを持っていないということです。財布とか携帯とか大事なものはポケットに入れていて、手が空いていることを手ぶらと言います。そういう手ぶらの人も結構いてびっくりしました。もう荷物が多いのは私だけ。多分みんな海外に行っていろいろ買って帰ってくるとき荷物がいっぱいになるのかなはい、また話を戻します。次が出国手続きです。ここではスタッフにパスポートと搭乗券を見せれば OK です。この出国手続き、私記憶にあまりないんですよ。セキュリティチェックをした後、出国手続きをしたと思うんですが、その記憶が曖昧です。多分機械を使ったような気もします。全然覚えていません。まあとにかく空港にはスタッフさんがたくさんいるので、何度も言いますが、スタッフさんの指示を聞いてください。中に入ったら搭乗券に書いてある搭乗ゲートに向かいます。だいたい上の方に1番から20番はこっち、21番から50番はこっちなどと番号と矢印が書いてあるので、その通り向かいます。中にもいろいろブランドのお店やお土産屋さん、カフェなどがあって見たい気持ちもあるんですが、時々出国手続きの場所と搭乗ゲートがすごく離れている時があるので、まずは搭乗ゲートの場所に実際に行って確認してからお店を見ることをおすすめします。搭乗ゲートに到着しました。搭乗が始まるまで待ちます。搭乗が始まりました。搭乗にもいろいろ順番があって、だいたいまずはファーストクラスの人、それからビジネスクラスの人、その後エコノミークラスの人の搭乗が始まります。他にも体が不自由な人や赤ちゃんを連れている人は優先的に先に入ることが多いです。エコノミークラスの人も航空会社によっては席の場所に A エリア、B エリア、C エリアなどと名前が付けられています。C エリアの人から搭乗お願いしますなどと言われます。飛行機の中で混むのを避けるため、効率よく乗るためですね。自分の順番になったら飛行機の中へ向かいます。自分の席を見つけて離陸を待ちます。さっきも言いましたが、この日使った航空会社はスターラックス。新しい航空会社なので、機体も席もモニターも全部何もかも新しくて綺麗でとても良かったです。このスターラックスではなんと Wi-Fi も使えます。Wi-Fi の使い方はモニターをチェックすればわかります。機内食もモニターで確認することができます。
この日は2種類から選べました。豚肉か鶏肉を使った機内食、この2種類でした。豚肉か鶏肉、どちらがいいですか？豚肉か鶏肉、どちらがいいですか？と聞かれるので、自分が好きな方を選びましょう。私は豚肉の方をお願いします。豚肉の方をお願いします。と言いました。この時に飲み物はいかがなさいますか？と一緒に聞かれます。そうしたら飲み物の名前お願いしますと答えましょう。例えばリンゴジュースお願いします。リンゴジュースお願いします。スターラックスではモニターから飲み物の種類も確認できたのでスムーズに頼めました。どんな飲み物があるかわからない人は何がありますか？何がありますか？コーラありますか？コーラありますか？などと聞いてみましょう。飛行機の中で外国人が日本語で話しかけられることは少ないかなと思います。外国人だと分かれば日本人のスタッフはだいたい英語で話しかけると思います。日本語で話しかけられたことがある人はぜひコメント欄で教えてください。あとはこのスターラックスのご飯がすごく美味しかったです。今まで食べた機内食で一番美味しかったです。食後のおやつもありました。台湾のお茶のアイスでした。私、お茶のアイス結構苦手なんですが、これは美味しかったです。毎回機内食は残してしまうことが多いんですが、今回は全部ペロリと食べてしまいました。今度台湾に行く時もスターラックスを使いたいです。スターラックスおすすめです。ここで少し私の飛行機の中での過ごし方を紹介します。飛行機の中では私はだいたい映画を見ながら寝ています。寝ていると移動時間があっという間に感じるのでだいたい寝ています。長距離移動で本当に寝たいときは見たことがある映画を選んでそれを見ながら途中で寝ます。おすすめはハリーポッターです。ハリーポッターを見ていると本当に寝られます。移動時間が短くて特に寝なくてもいいときは映画の選択肢から気になった映画を選んで真面目に見ています。真面目に見ているんですがだいたい途中で寝てしまうんですよね。みんなは飛行機の中でどういう風に過ごしていますか？そして仙台空港に到着。ここで驚いたのが人があまりいない仙台空港、人が本当に少なかったです。私は日本人なので日本人専用の入国審査に向かいました。ここでの入国審査、日本人が本当にいなくて5秒で終わりました。人混みが嫌いな人は仙台とか東北に来るのがおすすめかもしれません。すごく早かったです。入国審査を通ったら預けた荷物を受け取りに行きます。ここでは預けた荷物がベルトで運ばれてきます。ここで感動したのが日本人のおもてなし、几帳面さです。他の国ではスーツケースの向きが結構適当だったりスーツケースの扱いが雑だったりするんですが、日本の空港のスーツケースの扱い方を見てすごくびっくりしました。スーツケースの向きが全部同じ向きに並べられて出てくるんです。今回それに初めて気がつきました。仙台空港以外も多分そうなのかわからないんですが、これはちょっと感動しましたね。やりすぎじゃないとも思いましたが、日本人の性格がすごく出ているなと思いました。しかもその向きもお客さんたちが取りやすいように取っ手が全部お客さんの方を向いて置いてあるんです。これをぜひ動画に撮りたかったんですが、撮影禁止という紙が貼ってあったので撮れませんでした。
これから日本に行く人はそこも注目して見てみてください。荷物を受け取ったら税関のチェックに向かいます。最近日本では電子申告ができるので、電子申告をしておくとスムーズに通れます。仙台空港はまあ人が少なかったので、電子申告をしなくても結構早めに通れると思います。東京の空港など大きい空港を使う人は電子申告をしておいた方がいいと思います。電子申告をした時に受け取る QR コードを税関の人に見せてチェックしてもらえば OK です。これで大体の流れが終わります。あとはその国に入って楽しむだけです。私は東北出身なので、ぜひ皆さん仙台空港を使って東北に遊びに来てください。これで今回の動画は終わります。これを見て役に立ったと思う人は、いいね、グッドボタンをぜひよろしくお願いします。皆さんぜひ楽しい旅行にしてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。仙台空港、人が少なくてすごくいいんですが、エスカレーターの幅がすごく狭いので、これから仙台空港に行く人はちょっと気をつけてください。私2回も落ちそうになりました。同じ経験した人いますか？あれすごく怖い。